こんにちは。ナビゲーターの小原ちゃんです。モンスーンはこの町から完全に去っていきました。新しい季節、歓喜の始まり、そんなカトマンズの街を歩きます。ネパールの心、カトマンズ。この町には雨季の終わりとともに新たな息が吹き込まれます。石畳の道、色とりどりの建物、路肩の野菜売りに香り高いスパイスの市場。歩けば歩くほどこの町の生き生きとした魂に触れることができます。新しい太陽が少しだけ恥ずかしそうに昇り、ゆっくりと街を照らし始めると、アンナプルナ寺院は黄金に輝きます。この古き良きお寺は朝の光に浮かび上がり、その美しさを際立たせるのです。路肩には赤や緑の野菜を売る露店が立ち並びます。ここに並ぶ新鮮な野菜たちは地元の農家の方々から直接届けられる地球の恵みです。オレンジ色の太陽の光にお祈りの鈴の音と町の人たちの笑い声を混ぜ込めば、カトマンズの朝が出来上がります。この町の人々の笑顔には雨季を乗り越えた後の安堵と希望が浮かんでいるようです。モンスーンに現れたような空気はとても清々しく、心にも新しい風を送ってくれます。人々でにぎわう朝の路地にはエネルギーがあふれています。道の両側に並ぶ野菜売りたちの呼び声、それを求めてやってきた人たち。周囲の喧騒もなぜか心を落ち着かせる旋律のように響くのです。さて、魅力的なその香りに引き寄せられるがままにスパイスのお店も覗いてみましょう。お店にはお香とスパイスが豊かに並びます。その種類の多さには息を飲むほどです。クミン、コリアンダー、カルダモン、ターメリック、サフラン、そしてそのお店独自のミックススパイス。これらたくさんのスパイスが放つ香りが混ざり合って朝の街に添えられます。それはまるでネパールの食文化の奥深さを教えてくれているかのようです。さて、今度はタメル地区へと路地を北に登っていきましょう。その途中に通りかかった小さなお肉屋さん。ここはいつでも人でにぎわっています。ここタメル地区はカトマンズの中でも特に活気に満ちた場所。狭い路地の両側にはさまざまなお店が所狭しと並んでいます。ここはシンギングボールのお店。ネパールでとてもよく見かけるシンギングボールはその神秘的な音色で知られています。その音は古代から伝わる瞑想の道具として心を落ち着け、精神を高める力を持っています。穏やかな喧騒と色彩豊かなこの街はどの景色も新しくて心を奪われてしまいます。夕暮れの訪れを目の前にタメル地区を後にしてシャリーガーチャイティアへと向かいましょう。
壮大なストゥーパが空に向かってそびえ立っています。チベット仏教の寺院では偶像崇拝は行われず、その代わりにブッダの目を表す美しい壁画が見られます。ここでもその屋根にはブッダの目が描かれ、四方を見守っています。ブッダの目は慈愛と知恵の象徴、永遠の平和を願うメッセージです。ストゥーパの周りをお坊さんが時計回りに歩く姿は宇宙との調和と循環の象徴。その足音は祈りと瞑想のメロディーを奏でているようです。さらに南側へと歩きます。ごった返す路地を行く人に車やバイク、荷運びの自転車が入り混じるこの光景はカトマンズのありのままの日常です。さてやってきたのはマヒンドリ・シュワールテンプル。14世紀に建てられたこの寺院はネパールの中で最も神聖な場所の一つで、ヒンドゥー教の女神マヒンドリ・シュワリ、そしてシバ神に捧げられています。またその軒に描かれているのはシバ神の息子ガネーシャとスカンダです。ここはネパールの魂が息づく場所。町の混沌の中にありながら、その喧騒から一歩離れた静寂が漂っています。そしてやはりここにも足を運びましょう。そうです、ダルバール広場のカルバイラブの元です。インドラジャトラの終わりとともにアカシュバイラブとスウェトバイラブの扉は閉ざされます。けれどこのカルバイラブは一年を通じてお会いすることができます。カトマンズの夕暮れ時、街はまるで魔法のような色に染まります。そんな中でこの場所は絶えることのないろうそくの炎とその煙に包まれています。深い祈りの空気が満ち溢れるのです。人々はここを訪れ、心の底にある平和を見つけ、静けさにその身を委ねます。すっかり日が暮れました。歓喜の新しい太陽が沈んで、その後に残されたカトマンズの町。ダルバール広場を後にしてまたタメル地区へと歩きます。ここはアカシュバイラブのあの交差点です。ここにはガネーシャも鎮座し、道を行く人々を見守ってくれています。6本の路地が交わる真ん中、あの青い神様はもう扉の向こうです。再会は1年後、モンスーンがまたこの町にやってきて、たくさんの雨を降らせてヒマラヤに帰っていく、その頃のことです。夜のカトマンズ、その光と影のコントラストも心を引きつけます。軒を並べる露店の明かりは瞬き、大勢の人たちが行き交います。ここには地元の人々の日常が確かにあって、その営みと文化とが入り混じり、カトマンズの街を形作っている、そんな気がしてくるのです。狭い路地を抜けてあるお店に足を向けます。ここはタメル地区にある馴染みのお店。ここの桃は世界一なんて言える、そんな場所です。このお店のお父さんとお母さんは日本語も英語も話せません。少し前のことです。久しぶりにこのお店を訪れた僕がお会計をしようとしたら、お父さんはちょっと待てのジェスチャーをして
お店の外へと出て行きました。しばらくして帰ってきたお父さんは隣に知らないおじさんを連れていました。そして英語を話せるそのおじさんを通じてお父さんは僕に尋ねたのです。元気にしてたか？そんな温かい人たちが迎えてくれるこのカトマンズの街を後にして次の場所へと向かいます。じゃあ行ってきます。1000年の歴史とわずか4年の記憶、それはどちらも同じぐらい愛おしいのです。赤いレンガ造りの建物が続く街、薄い雲の向こうにはきっとヒマラヤの山々がその四方を囲んでいます。地面はすでに1400メートルもの高さにあるのに、その上に広がる空はさらにとてつもなく大きい。8世紀後半に築かれたこの都にはまるで当時の空気が今も流れているかのようです。その長い時間の間には一体どれほど多くの人々の思いが重なり合ってきたのでしょうか。けれど時が止まったかのようなこの街に立ち、1000年の歴史に思いを馳せるとき、真っ先にこの心に浮かんできたのはたった4年前のあの出会いなのでした。石畳の道を歩き、ふと立ち止まったその門の前。果たしてこの門をくぐれば4年前のあの笑顔にただいまを言えるのでしょうか。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。お友達やご家族にも教えてあげてくださいね。すぐにお会いしましょう。じゃあまたね。なくても別にいいのに、それなのになんでだろう。音楽がないと人生はちょっと長すぎ、退屈な日々と長く止まない雨、まだ泣いているのかい。